今日は、古流棒手裏剣大会のルールにのっとってちょっと競技をやってみようかなと思います。それで、先に簡単に、大会のことをご説明させていただきますと、この古流棒手裏剣大会っていうのは、その名の通り棒手裏剣の、大会です。で、本来であれば昨年の夏には大会が行われる予定だったんですけれども、さまざまな要因があり、2021年の現在まだ大会は行われていません。ですが私は、その大会に出るべく練習をしております。ですので今日はその大会の中の9連打手裏剣を9本使って行う競技をやってみようかなと思います。ちなみに、手裏剣古流棒手裏剣大会の、種目というのがいくつかありまして、それぞれまた追ってご説明させていただこうかと思うんですけれども、4つ、女王戦というのも含めると5つなんですけれども、それぞれルールが違います。で、今日やるのは9連打という競技です。簡単にご説明をしますと、使う手裏剣は9本です。そしてこの9本を的に打ち、的はダーツのように得点が記載されています。打ち抜いたところの得点9本ですので、9本の合計点がそのプレイヤーの得点になるというルールです。先に的の方からちょっとご紹介します。的はこのようなものです。これはですね、大会のホームページからダウンロードできる的です。A3 の紙、日本の規格なんですけれども、A3 の紙、一番大きい紙ですね。こちらに印刷をして使います。そして本来であればこの後ろの板ですけれども、これがですね、パズルマットとそれからベニヤ板を組み合わせたものになります。ですが、今日は畳で代用します。で、畳ちょっと新しいんですけれども、だいぶ傷みが早いので、ちょっと教えていただいた段ボールを後ろに、緩衝材代わりに敷いてあります。で、その上にこれは的を貼り付けたものです。で、だいたい床から直角、正確に言うとちょっとこれ斜めになっちゃってますけれども、床から直角の的に的の中心、この鬼というのは10点です。的の中心が一番下から145センチの高さになるようにセットします。145センチ、中心です。中心が145センチ。そして距離ですけれども、参加する手裏剣によって距離が変わります。こちらの距離ですけれども、使う手裏剣が 70g までは2剣、3.6 メートル、そして 70g 以上 100g 未満の場合ですと2剣半、4.5 メートルから打剣をしていただくというルールです。つまり 70g より重い剣を使う場合はちょっと遠くから90センチ遠くから打っていただく。ちなみに私が使っている今日使うものは
30g 弱ですので、軽量剣の部類ですので2剣から打ちます。で距離も正確に測るんですけど、今日はざっと、6尺棒2本分、これで2剣距離を取ってあります。こちらの距離から打ちます。ちなみに手裏剣なんですけれども、前回ご紹介させていただいたものを使います。でこの9連打のルールなんですけれども、9本の手裏剣が全て同じものである必要はありません。こうやって組み合わせてもいいし、もちろん全て同じ手裏剣を使ってもいい、9本全て別のものを使っても構いませんが、私は全部同じものの方が、再現性が高い気はしています。ですので同じ的を狙い続けるっていう意味では、突然剣が変わるよりも同じ剣を使った方が有利なんじゃないかなとは思っています。今日はちょっと遊びがてらこの手裏剣使わせていただきます。あとは細かいルールはそれぞれ、古流棒手裏剣大会のホームページに記載されておりますので、気になる方はそちらをご覧ください。例えば手裏剣を持っていて落としてしまったらどうなるのかとか、あとは、ラインの踏み越えはどうなる、こういったところも、細かいルール設定されておりますので、ぜひ一度気になる方は、古流棒手裏剣の、ホームページをチェックしてください。それでは競技を開始します。実際の競技の場合は競技エリアに入りまして、審判の方の競技開始の合図を待ちます。合図をいただいてから2分以内に9本すべての手裏剣を打ち終えます。できます。こういった形です。今2番目に打った剣が先に刺さっていた剣に当たってしまいました。この場合落下をした剣は、0点です。そして刺さっている剣のみカウントをします。仮に、投げ損なって横倒しになった剣が的に当たってそこまで刺さっていた剣が全て落ちてしまったら、これも0点です。お気をつけください。はい、今打ちました手裏剣の結果です。一番最初がここですね。で次に隣に来てしまったんで、おそらく弾かれちゃったんだと思います。で5点が2本、ギリギリ6点7点8点8点、もう一つも8点ですね。で9点と、このような形です。ですので合計で48点かな。残念でした。入ってても56点か。これが今の結果です。得点は48点でした。実際の競技の場合はこの後1分間の休憩を挟んで3回行います。
そして3回のうち一番得点の高いものが採用されます。せっかくですのでもう一度やってみます。48点は超えたいですね。50点後半から60点ぐらいは取りたいなと思います。はい、見事に落としました。やっぱりね、普段は考えられないミスが出ますね。はい、得点ですけれども、まず5点に1個、7点に2本ですね。で8点に1、2、3、そして9点に2本、0点、合計で61点でした。最後にもう一回やってみたいと思います。先ほど61点でしたので、ミスなくもう少し点数を伸ばしたいなと思います。はい、では点数なんですけれども、まず5点に2本ですね。で、ちょっと分かりにくいんですけれども、7点に1個、そして5、7でしょ。で、8点の方に1本、この下のこれも8点ですね。これと8点。8点です。8点。8点に1、2、3本。そして9点に1、2、3というわけで、5点に2本、7点に1本、8点に3本、9点に3本ということで、9本合計68点と、なんとかね、先ほど落とした分取り戻せたかなというところです。はい、今日は古流棒手裏剣大会の競技より9連打をやってみました。こんな形でちょっと時々遊んではいるんですけれども、もちろんこれ完全なルールとはちょっと違います。まず畳ではなくて、実際でしたらこれが板にパズルマット貼ったものですし、もう少し実際はねシビアになるし、人の目もある。ですので、実際これが何かの参考になるかというと、実際何の参考にもならないんですけれども、
こんな形で、大会に向けてちょっと練習をしています。でこの大会はまだエントリー可能ですし、まだまだ今から手裏剣を始めてもおそらくねなんとかなっちゃうんじゃないかなと。実際私自身も手裏剣を真面目に練習し始めてから、まだ日が浅いですし、自分の実力っていうのも、実際そこまで高い方ではなく、まだまだすごい人がたくさんいます。ですのでそういうねすごい人のだけ見る機会っていうのもあるので、実はこの大会っていうのはすごく楽しみにしていることです。もちろん今から始めてもすごく楽しさに魅了されたとか、そういう人たちと会えるのも楽しみです。なので、できればねまだまだエントリーも間に合いますし、女性には女性のルールっていうのもまたあります。今から始めてもまだまだ間に合う、すごく楽しい趣味の一つになるんじゃないかなと思っていますので、もし興味が湧いた方なんかは古流棒手裏剣大会で検索をしていただくとホームページありますので、そちらの方を参考までに見ていただければと思います。私もねこの大会なるべく参加をして上位目指して、もちろん大会に勝つのが全てじゃないです。ですが、一応一つの目標として定めていますし、何よりも流派関係なくいろんな流派のただ棒手裏剣が好きな人たちが集まる催しです。で私もね本当にこの手裏剣の練習を始めてから、そういう仲間たちとの触れ合いっていうのもより楽しくなりました。なのでこの同じことをやってる人たちの集まりすごく楽しみです。ですのでこうやってねYouTube 配信してますけれども、そういった方もしくはまだ興味持ってない人でもこんなことやってるんだなって一人でも多く知ってもらいたくてこんなことをやってます。今日は古流棒手裏剣大会の大会ルール9連打を使って遊んでみました。この大会は他にも競技があります。そういったものを紹介しながらまたこうやって遊んでみたいなと思っています。それといつも高評価グッドボタン押していただいている方ありがとうございます。本当にその気持ちが嬉しくて励みになっております。いつもありがとうございます。またね次回別なルールとかも紹介しながら遊んでみたいなと思っていますので、今回の動画も面白ければ高評価、グッドボタン押していただければ嬉しいです。よろしくお願いします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。